お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、スターリン率いるソビエト連邦が開発した、日本やドイツと交戦したソ連の快速戦車、BT-2 戦車を解説する。このチャンネルでソ連軍の戦車は T-34 中戦車以来だな。コメントにて、日本やドイツ以外の戦車の解説のご要望を何度かいただいたのに端を発しております。さらに、ナチスドイツ陸軍に T-34 ショックなる衝撃を与えた、ソビエト連邦の戦車部隊という存在に興味を抱いた側面もあります。そして少し宣伝だが、1号戦車からティガー戦車、突撃砲、駆逐戦車に至るドイツ国防軍の機構戦闘車両シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方はよければご覧ください。最近は大日本帝国陸軍の航空機関砲にも手を出しました。というわけで、BT-2 戦車の解説をしていくよ。BT-2 戦車の源流は、意外にもアメリカの戦車に遡る。あのソビエト連邦が自軍の戦車に関してアメリカから学んだの。まだまだ溶卵期の新興国だったことも影響しているかもしれないね。しかも、ソビエト連邦軍が学ぶことになるアメリカの戦車は、数奇な一人の技術者によって誕生したものだった。その技術者の名前は、ジョン・ W ・クリスティ。戦車に革命を起こしたとも評されるエンジニアだ。どういう意味でクリスティの戦車は革命的だったの？速度だ。いわゆるクリスティ式と称される戦闘車両は、戦車が誕生して間もない時期において、速度を高めることに心血が注がれた戦闘車両だった。大馬力の航空機用エンジンを搭載し、しかも、クリスティの機動重視の観点から、道路上では履帯を外して車輪で走行できるという、早期でも双輪でも走行可能な戦闘車両だった。アメリカ陸軍は大層なエンジニアを持つことができたな。それが皮肉な話で、アメリカ陸軍はクリスティが満足するほどの厚遇をしなかったらしく、むしろ、クリスティ式戦闘車両に強い関心を示したのは、海外の2強国だった。どことどこ？イギリスとソビエト連邦だ。ソビエト連邦は誕生したてのほやほやではあるけどね。イギリスでは、機動力を優先した巡航戦車のシリーズに影響を与え、ソビエト連邦では、本動画の主役である BT-2 をはじめとする BT 戦車のシリーズに影響を与えた。普通にアメリカからクリスティ式戦車を輸出できたの？いや、特にソビエト連邦がクリスティ式戦車を入手するまでにはあらゆる工夫を要した。一説には、ソビエト連邦政府の諜報活動の一翼をアメリカ国内で担っていた商社を利用し、ソビエト連邦はまんまとライセンスに基づく戦車生産の権利を取得できた。さらに、戦車をアメリカ国内からソビエト連邦に輸出させるにあたっては、税関をくぐり抜けるために、農業用トラクターという名称で輸出に成功した。戦車を農業用トラクターって偽るのってドイツ軍もやってなかったっけ？第一次世界大戦で敗北したドイツのワイマール共和国陸軍が、エルサイユ条約で禁止されている戦車開発を進めていた時に使用したコードネームも農業用トラクターだったように記憶している。戦車であることを隠す際に便利な用語なのかもしれないね。農業用トラクターは、さて、ソビエト連邦が苦労して入手したクリスティ式戦車だが、その特徴である機動力は、当時すでに戦場の花形の座から降りつつあった騎兵部隊の支援、そして長距離作戦を遂行するという目的の機能だった。この機動力を有した国産戦車を開発し、量産すべく、ソビエト連邦はクリスティ式戦車を基礎に国産戦車の開発を推進した。守備よくできたのかね。迅速に国産化は当然難しく、開発は若干長引くんだが、ソビエト連邦の首脳部は気が早かったのか、完成前に BT-2 の正式化を強行するという、新戦車に対する期待の高さを伺わせる現象も起きた。苦労の末、ソビエト連邦軍の開発当局は、BT-2 戦車の試作車の製造に成功した。クリスティ式戦車は、その後もソビエト連邦軍の戦車シリーズである BT シリーズに影響を与え続けたが、本動画で取り上げる BT-2 戦車は、その先駆けとなった戦車だ。クリスティ式戦車と構造は同じなの？いや、砲塔を新調したり装甲を変更したりと、いくつか異なる点もある。また、BT-2 戦車には、四方搭載型と機銃搭載型の2種類がある。四方搭載型には何が搭載されたの？後年はナチスドイツ陸軍が使用した対戦車砲たる 37mm PAK36 にも採用された、37mm砲だ。
これに 7.62mm-DT 機銃も搭載されていた。機銃搭載型には、2つの 7.62mm-DT 機銃が搭載されていた。戦車なのに機銃で戦えるのかね。対戦車戦闘を本格的に検討しなければならなくなった第二次世界大戦中であれば、機銃だけ搭載した戦車なんて不安な話だが、まだこの時期には、本格的な戦車部隊と戦車部隊との戦いを具体的に予見していた軍人は一握りで、この BT-2 戦車についても、武装の主要な目的としては敵歩兵部隊や騎兵部隊の相当にあったから、逆に機銃が効果的だったという考え方もできる。この 7.62mm-DT 機銃のベースとなった火器は、ソビエト連邦で初期に開発された国産軽機関銃である DP-28 だ。DP-28 軽機関銃は、スペイン内戦で初戦を飾り、ナチスドイツを相手とする独ソ戦では主力火器としてソビエト連邦軍を助けた。なお、ずっと後年には超大国同士で冷戦を展開する米ソという関係性を考慮するとキーにも移るが、BT-2 戦車の採用したエンジンは、バリバリのアメリカ製だった。まあそもそもライセンス権の対象がアメリカの戦車だしね。このエンジンの名称は V 型12気筒リバケール12、航空機用に設計されたエンジンだ。また、BT-2 戦車は、クリスティ式戦車をベースにしているだけあって、双輪走行が可能であり路上での最高速度は70キロを超えたらしい。実際の戦場で自慢の機動性は発揮できたのかな。いやそれがね、BT-2 戦車は、ソビエト連邦がフィンランドに侵攻した冬戦争で初陣を飾ったんだ。冬戦争は大方の予想に反し、マンネルヘイム元帥率いるフィンランド軍の頑強な抵抗に遭い、ソビエト連邦が意外にも苦戦するという戦争だったが、BT-2 戦車の観点から言うと、この初参戦となった戦争が冬戦争だったというのが、同戦車の運の悪い点だった。どういう運の悪さだったの？雪の敷き詰められた路面や凍結した路面を走行する事態が連続したため、本来持っている機動性を発揮できなかったんだ。その後は独ソ戦などに投入されたが、戦車の日進月歩の進化によって次第に旧式化していった。さて、以上の通り、BT-2 戦車の解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍や特別高等警察、ドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍が訓練中の雪山で世界最大級の山岳遭難事故を起こした歴史的事件、八甲田山雪中行軍遭難事件を解説した動画です。映画にもなった悲惨かつ大規模な遭難事件だな。雪山で遭難という極限の状況で、部隊を指揮するリーダーの能力と決断力がいかに重要か、貴重な示唆を与えてくれる事件でもある。また、豪雪地帯に駐屯する部隊が豪雪に遭難した理由や、部隊が取った選択が最悪の結果を招く過程を、少し生々しいが解説をしております。寒さと飢えが極まり、逆に暑い暑いと言いながら軍服を脱ぎ出す兵士の話が若干トラウマだ。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。